げてて、ボディメイクの。めっちゃうまいですね、投げるの。ソフトボール部を生かして。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃくちゃ可愛い。いやいやいや、車種を不走さん、今年の4月に納車したばっかなので、まだ2ヶ月くらい。今までオートマ乗ってたので、これ今マニュアルになったんですよ。なんで、もう最初演出めっちゃしてました。もう慣れましたか？今でもします。坂道とか結構します。怖いですよね。今何されてるんですか？今はこれを返却するために煮締めをしてますね。これジュリさんが積んだんですか？いえ、積んでもらいました。結構なんか登ったりしてハードですね。そうですね。でも痩せるかなと思ったんですけど、意外と痩せないです。これで終わりです。煮締めは。はい、終わりです。中って取れるんですかね？中って本当こっちに入る。そうだね。OK です。はい。お願いします。はい、お願いします。僕は龍が大好きな娘も。清流と小流とあるんですけど、小流が好きなんですよ。上に上がってる。小流。雲の上に上がっていく小流で、まだまだ上に上がっていくぞっていう意味なんですよ。雲の上じゃなくて。お願いしおます。願いします。すごくなんか女子らしいカバンと服装。ここは女子なんです。ここは女子なんです。お弁当も持って。あ、お弁当持ってくるんですね。お弁当持ってきます。これからどちらの方に向かうんですか？今日は今から安城の方にこの今積んだ荷物を返却のみします。で、そこから飛島の方で荷物を積んで三重県の川越に卸しに行きます。で、その後に弥富で積み置き。
いつもそれぐらいのペースというか。そうですね、今日は比較的センター感が多いんですけど、現場の時もあれば県外またぐこともあります。何歳から乗ってるんですか？20歳の時から乗ってて、4月にこの車納車したんですけど、それまではこんなでかいトラック乗ってなかったのでにじみが少なかったんですよ。これよりも3メートル短くて、なんでその分今荷物が乗るのでにじめの量もすごい増えて、ね、荷台から歩くのも遠ってなります。身長おいくつですか？身長150です。小柄ですよね。結構ちっちゃいですね。ですよね。さっきなんか、よいしょよいしょってジャングルジム登ってるみたいな。本当にそうなんですよ。なんかみんなが届くようなとこも届かないんで、もう一回一回登るよりがやっぱ人より多いってなりますね。でもその分ちっちゃいんで入ってきます。荷物の中とか。あ、小回り利く。あ、そうそうそう、逆に効く。そこは強みです。20歳の前は何してたんですか？は丸の内で OL してました。何してたんですか？ずっと事務員、ずっとパソコン、もうデスクワークしてたんですけど、もともと商業科の高校通ってたので、高卒で就職して2年間丸の内で働いて、ただ私デスクワークが向いてないんですよ。もう座ってることが苦痛すぎて、でもうなんか鬱っていうか、そのもう病みかけちゃって、その時に声かけてくれたのが社長なんですね。なんて言われたんですか？いや、もう本当単純にトラック乗ってみんかみたいな感じで、乗ろうかなって言ったのが始まり。もともと運転が好きだったので、やってみようかなっていう、もう本当軽い感じで入りましたね。もう小さい時からその社長とかお父さんはトラックに乗ってらっしゃった？そうですね、もうずっと小さい時から乗ってて、かっこいいなとは思ってました。からまさか自分が乗るとは思ってなかった。横に乗ったりとかするんですか？あ、してましたよ。現場とかついてったりとか、小学校の時とか、それこそ自分が丸の内で働いてた時にトラックで迎えに来てもらったりとかしてました。周りの人なんか言われて、やばいねって言われて、大胆だねってめっちゃ言われました。すごいな。このトラックですか？あ、そうそう、黄色のトラックで目の前つけられてありましたね。部活とかってやってました？部活やってました。ソフトボールやってました。セカンドです。高校は部活やってなくて、ずっとバイトしてましたね。何したんですか、バイトは？バイトはパン屋さんと喫茶店と派遣やってたんですけど、派遣とかはティッシュ配りとかやってました。チラシ配りとかやってて、平日はパン屋と喫茶店主でやって、土日は派遣っていう、もうバイト生活してました。学校終わってからってことですか？あ、そうですそうですそうです。名駅のパン屋さんで働いてました。なんでそんなバイトしてたんですか？欲しいものを自分で買うのと、あと遊び、やっぱ遊びに行く時お金かかっちゃうんで、自分で稼いでましたね。とか高校の時ってデパコスとか流行るじゃないですか。でやっぱみんな持ってるから自分も欲しいってなって、ってなるとやっぱお金稼がないといけないから、バイトばっかりしてました。ネイルとか可愛いですよね。可愛い。派手なのはちょっと理由があって、その私筋トレしてるんですけど、その大会出てて。何の？ボディメイクの。その大会出てて、それが7月の第1週の土曜日が大会だったんですよ。それに合わせてちょっと派手にしました。はい、筋トレが趣味です。なるほど。筋トレは18からやってるんで、もともとめっちゃデブで、今より10キロくらい太ってたんですよ。そうで痩せるためにやったのがきっかけかな。タコさんもなんかボディービルみたいな。そうなんですか？やってらっしゃったと思うんですよね。意外。かっこいい。なんか
よく YouTube 見ます。あ、本当ですか。大会直前とかはチューブとか持ってきて信号待ちの時とかこれゴルフとかも最近やり始めてパーソナルとかも通ってますね。ゴルフの、なんか いろんなことをやりたい感じですね。前回トラック見せていただいたんですけど、結構なんか場所場所でこだわりがあるなっていう感じの印象だったんですけど、なんか参考にしてるトラックとかあるんですか？はないですね。でもインスタ見て、あ、この人のこれいいなっていうのを見てスクショとかはしたりとか、やっぱり低床とかあるんで、そのすっちゃう場合とかあるじゃないですか、下は。だからあんま下はつけない方がいいとか、そういうの私無知で全然わかんないんで、そういうのとかみんなから教えてもらって。みんなっていうのも誰ですか？結構そのここの会社自体がいじってるで、みんな自分でいじってるんですよね。へえ。そう自腹ってことですか？あ、それは会社が負担してくれてるんですけど、なんだろう、自分でつけるマーカーとか、なんでそういうのとか聞いてますね。高速道です。実車です。でも24歳だったら遊び盛りな年でもあるじゃないですか。周りのお友達とかってびっくりされません？トラック乗ってるって。びっくりされます。えみたいな。トラック乗ってんのとか結構言われます。なんかそう言われてなんかこう思うことはあるんですか？でも女性受けは結構いいんですよ。男性受けはどうなんだろう、いいのかな。結構って言われる、なんだろう、惹かれることが多いかも。トラック乗ってるっていうと。最初の方は隠してました。最初は何してるのって言ったら OL とか言ってトラック乗ってるとは言ってなかったですね。なるほど。今彼氏はいらっしゃるんですか？いや、彼氏いないです。募集中です。ちなみにタイプは？タイプは優しい人。具体的にどういう優しさですか？具体的に怒らない人がいいです。結構気性荒い人とかいるじゃないですか。例えば渋滞とかしててもめっちゃイライラする人とかいるじゃないですか。だけどなんかその時間もなんだろう、楽しくしてくれる人、そういう人がいいです。その場の雰囲気に合わせてすごい楽しく過ごせる人がいいです。でもやっぱこうドライバー目線なんですね。運転してる時が重要みたいな。確かにそうかも。身長はどれくらいがいいとかないんですか？あんまりないですね。そういうのはなくて、さっぱりした人がいい。性格はあんまり見た目にこだわれないですね。年齢は？もう全然気にしないです。職種は？もう全然何も。トラック乗りでも？トラック乗りでも。まあ、芸能人で言うとみたいなのがあります。真剣佑とか結構好き。結構それ言うとみんなから「いや顔やん」ってめっちゃ言われる。絶対顔でしょって言われるけど、でもボディメイクやってたらなんかこう、ちょっと華奢な人はみたいな人もないですか？そうですね。華奢すぎても嫌だかも。結構出てきますね私。多分言われたら出てくるかも。結婚願望はあるんですか？ありますね。親を安心させない。兄弟は4人姉妹で一番下です。そうなんですね。トラック乗るって言った時どうだったんですか？兄弟の反応。なんか喜んでた。応援するっていう感じ。でもあなただと思ったってめっちゃみんなに言われた。なんかね、似てるらしいです。その社長と私が性格とか。さっきも仲良さそうでしたもんね。仲はいいですね。結構旅行とか出かけたりとかしますね。今でも。お父さん優しいですか？優しいけど怖い。怒ると怖い。その社長じゃないですか。どんな感覚なんですか？その家では。家では優しくて仕事中はやっぱりピリピリしてるからオンオフはすごいありますね。お休みの日は何してるんですか？お休みの日はそれこそやっぱジムは行きます。絶対朝ジム行って
なんか友達と遊んだり遊びに行ったりとか。1ヶ月、そのお休みとかどんな感じですか？は決まってなくて前日に決まるんですよ、その歯医者によって、でも絶対帰ってきますね私。例えば沼津の方で、4時とか16時とか15時に終わっても帰ってきます。出発を昼からとかにして、にしてやっぱり夜9時とかには帰ってきたりとか、やっぱ厳しくなりましたもんね、2024年問題。毎日帰りたい理由は何なんですか？持ってくのがめんどくさい。化粧品とかお風呂セットとか、女の人っていろいろ大変じゃないですか。やっぱ家でお風呂入りたい。でも最悪あれですよ、温泉行ったりとかします。刈谷の早押しとか温泉あるんで、そこ行きますね。結構それこそ長野とか納品行った時とかは会社に余裕があればその日だとちょこっとだけ寄ったりします、温泉。すぐ帰ってくるんですけどバレないよね、温泉行ってこれでバレちゃいますそうだから今言おうか迷ったんだけどまあでも時間内に戻れば。そう休憩30分にしてちゃっと行ったりとか、自由じゃないですか休憩は。そういうのがないとやっていけないですね、楽しみがないと。これから行く現場はどういう流れになるんですか？リフトで降ろしてくれるところなんですけど、もうにじめ取って降ろしてもらって終わりっていう感じですね、結構平車になってからそういうことが多いです。もともとユニック乗ってたんですけど、ユニックは現場ばっかり行ってたんですけど、平車になってからもうセンター間移動、もうリフトがあるところしかほぼ行かないです。どっちがいいですか？でもこっちの方がやっぱねとかでもユニックはこの前久々やったんですけど、やっぱり楽しいですね。自分で考えて積み込みしたりとかするんで、やっぱり楽しい。やりがいはめちゃめちゃありますね。日焼け対策これ投げます、向こうから。はい。めっちゃうまいですね、投げるの。ソフトボール部を生かしてあとはもう下ろしてもらうのを待ちます。それ結構重そうですね。いや、そんなに重たくないです。ダンベル5キロくらいちゃんと笑顔にしてもらっていいですか。真剣にやってる。
いつもと違うよって確かに。あともう出るだけです。はい、ありがとうございます。これおすすめです。保湿ミストです。やっぱトラック乗ってるとめっちゃ乾燥するんで安心じゃないですお疲れ様でした。お疲れ様でした。次はどこに行くんですか？次は、飛島に戻って積み込みをします。何積み込むんですか？は仮設関係の荷物を積み込みますね。どういったものを運んでるんですか？建物を建てる時のネットだったりとか柱だったり組み立てる時に必要な資材を現場まで運んでますね。なんかびっくりされません？運んで降りてきた時に。結構ちっちゃいとこ降りてきたなって客先のところはよく行かれるんですか？そうですね、結構行きますね。週に3回4回は必ず行ってますね。すごくフレンドリーな感じ。そう、優しすぎるくらい入った時からすごい優しくしてくれるんですよ。結構最初不安だったんですよ。なんか女だからとか言われるのかなと思って、力もないし、だけど意外とみんな優しくて手伝ってくれる。始めた頃の時とかになんかこんなことがあってそういうの嫌だったなみたいなのがあります？結構ありますね結構ありますよ。めっちゃ暑い日だったんですけど、その時に荷物が全部まとまってなくって、で自分で番線っていうか鉄帯かけてやるってやつだったんですけど、それはでもみんなからしたらもう普通のことなんですよ。乗りたての時でどう積んでいいかが分かんなくて、荷物引き取りだったんですけど、その時教えてくれないんですか？最初荷物のまとめ方を教えてもらうんですけど、一人でやるのが初めてだった。その時は出てくるのに半日くらいもかかったかも。お世話になります。ごめんなさい、お電話遅くなってしまって。あ、はい、かしこまりました。わかりました。またじゃあお日にち決まり次第またご連絡いただければ。はいはい、わかりました。はい、よろしくお願いします。ちょっと会社の方終わらせちゃいますね。ごめんなさい。お世話になります。加藤産業です。市川さん、ごめんなさい、お電話遅くなりました。それが10トンから4トンで13時納品。そう全然何時でも電話受け付けてますので、いつでも困った時あれば。すいません。はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。それをジュリさんだけやってるんですか？会社社長と一緒にやってるんですけども、7月からちょっと会社の勉強がてらやってて。大変ですね。いえ、でもやりがいはありますそういうノウハウみたいなところは誰から学んでるんですか？やっぱ社長ですね。社長がもともと配車をやってたんですよ。なんでそういうとことか盗んでって言ったらあれだけど見てて勉強してましたね。その喋り方とか対応の仕方とか。もうやめたいって思ったことないんですか？ありますね。結構あります。
自分がユニックやってて釣ってる荷物をぶつけちゃったりとか建物に隣のビルとかにとかした時はやっぱり大騒ぎじゃないですか。そういう時にやっぱり自分には向いてないのかなとか、でもそのたんびね支えてくれる人とかがやっぱいたから今があるかな。一番は誰ですか？一番はやっぱ家族。何回も泣いて電話します。そういう時は社長に電話するんですか？の時もあるし、お姉ちゃんの時もありますね。現場から出た瞬間もう泣きながら電話していやもうその現場対応も樹里さんがするしかないんですよ。いやもうその時はやっぱまだペイペイだったんで社長に最近はポジティブで学んだと思ってます。お昼休憩は普段どんな感じで休憩はコンビニ泊まれたら泊まったりとか、目的地まで着いてそこでお昼過ごしたりとか、昼市で入れるようにしたりとか、結構その日によってバラバラになりますね。毎日お弁当なんですか？いやたまにサボります。自分で作ってるんですか？そうです。やっぱタンパク質キモいって言われるんですけど周りから、タンパク質取らないと筋肉減っちゃう気がして胸肉ばっかり食べてます楽しみですね。お疲れ様です。お疲れ様です。今何を積んだんですか？今は仮設材を積んだんですけど、それを今から返却しに四日市、川越ちょうど間くらいのセンターに行きます。普段こう移動してる時って何してるんですか？音楽聴いたりとかしてますね。何聴いてるんですか？音楽は結構いろいろ聞くんですけど、ヒップホップ系とか浜崎あゆみとか聞きます。なんかお姉ちゃんがよく聞いてて、それでよく聞いてました、小さい時。小さい時から。夜は結構ガンガンテンション上がる曲、洋楽とかそういうの聞いてて、日中は結構しんみり系聞くかも病んでないけど別に西野カナとかも聞くんですけど、ギャル路線ですね。いやギャルじゃないんですけどね、清楚系なんですけどねギャルは好きですでも。前回トラック見せていただきましたけど、はい、結構ギャル仕様だねってマイグリちゃんが言ってましたけど。言ってましたね。車はギャルかもだけど、心は清楚系でやらせてもらってます。やらせてもらってます。はいでも普段はもうお仕事するときはこういう感じってことですよね。そうですね。私服どんな感じなんですか？私服もほぼほぼなんかジムのウェア筋トレのウェアばっかりレギンズ履いてだいたいブラトップで過ごしてるかも外に出るときもですか？外出るときはもうちょっと羽織ったりとか、T シャツ着たりしてもうめっちゃラフかも。ネイルとかもおしゃれさんだなって感じしますけど、いつどこで出会ってもいいように。なるほどそれは大事だ。運命の人と大事だそれは。まだ出会ってないです。4年間生きてるけどこれから行くところはどういう流れで押していくんですか？リフトマンさんに、全部下ろしてもらいますね。で一個一個研修してもらって数書いてもらって終わりっていう。めちゃくちゃ乗ってませんでした？そうですね。このセンターさんすごくて、もうこうやってやって数えていくんですよ全部。その間ジュリさん何してるんですか？待ってます今日お昼どうされるんですか？今日は現場入る前に食べちゃいます。今から食べますお昼。でも本当大したもんじゃないですここは女子です女子っぽくお弁当。でも今日はそばそばですね。そばですね。ずっ
でもジップロックなんですけどめっちゃ恥ずかしいけど、普通にそば、もうほんとそば、ただのそばでめっちゃ散らばっちゃったけど胸肉とかで食べますね。これだけですか？あ、これだけです。ご飯はタンパク質と炭水化物、あと野菜、脂質入ってないけどだいたい夜食べ過ぎちゃうんで昼は抑えますっていう感じです。はい。めんつゆ取ってもいいですか？めんつゆ？めんつゆここだからそこに入ってて恥ずかしいけど、ここにそうめんなんですけどここですごいですね。入れてる。あ、そうですそうです。もう毎日食べてるんで。毎日そばなんですか？毎日そばとか、でも飽きたらパスタにしたりとか、あとお米食べたかったら親子丼作ったりとか、胸肉入れてっていう感じで食べてます。いただきますそばなんですけど。うまいめっちゃ朝早い時もこれ準備してるんですか？あ、前日の夜に作ります。朝は冷凍したやつを持ってくるっていう感じで。それ鶏はなんか蒸してるんですか？一応今茹でてますね。焼く時もあるんですけど、今日ちょっと面倒くさくて茹でました。でも女子のお弁当じゃないですよ。ごちそうさまでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。暑い。ずっと見てたんですか？ずっと外いました。でもやっぱり早くやってくれます。暑いからみんな。今までリフト1台でやってたんだけど2台でやってくれたから。次はどちらに向かわれるんですか？今から愛妻の方に行って明日の積み置きをします。何を乗せるんですか？私もわかんないです。ちょっと初めてやる仕事なので、どういう荷物を積むのかわかんないんですけど、でもイベント関係とは聞いてますね。初めて行く現場とかってはい。なんか緊張しません？緊張します。明日のやつは誰も行ったことないとこなので、やっぱり Google マップで衛星画像でめっちゃ見てどこが止めれるかなとかいろいろ見ます。行ったことある現場はめっちゃ聞くんですけど、いやこれはやばいみたいなことありました？まずいな、やっちゃったみたいな。小牧から春日井の方向こうと思った時に1個手前で曲がっちゃったんですよ。そしたらなんか貨物禁止エリア入ってっちゃって、でもう U ターンするのがラブホのとこしかなくて、ちょっと申し訳ないけど夜ですよ、真っ暗の中ラブホにトラックのお尻だけ入れさせてもらって U ターン3回4回切り返して、いやもう申し訳ないと思ってムードぶち壊しちゃうんと思ってなんかラブホって結構なんかあれじゃないですか、なんかひらひらついてるじゃないですか、そこにそんな急にトラックのお尻が入ってきたら、そこにそこにでもそこしかなかったんですよ、もうなるほど。それはもう10頭の時だったんですけど、もうそこしかなくって、ピンクのライトつけてもうそっからは二度と間違えたことない、そこの道はいい思い出ちょっとガソリンだけ入れてってもいいですか？もちろんもちろん。こんにちは、お願いします。またね。はい、誰が見られたんですか？大丈夫です。はい。今日は YouTube の撮影してます。YouTube の撮影。めっちゃフレンドリー。めっちゃ優しいんですよ。いろいろ教えてくれる。なんかこのトラックになってからトランクのタンクが2個あるんですけど、間になんか線があって、なんですか、平等になくなるようにするやつと、ここでストッパーで止めて片方を
しか使わないっていうのがあるらしくって知らなかったんですけど、それがずっと閉まったまんまでサブの方がずっとそう使ってなかったんですよ。そしたらなんか使えてないよって言ってでコックの開け方とか教えてもらったりして初対面で初対面の時に初対面の時にそうありがとうございます。お疲れ様です。暑すぎる。ちょっと出発します。はい。どんなのですか？乗せたの。イベント会場を作るための足場。この後はどんな動きですか？この後はもう車庫に行って、終わりです。これぐらいに終わることって普通なんですか？そうですね。結構これくらいに終わりますね。さっきまたもう一台黄色いトラックが入ったんですけど、その車ももうこれ積んで終わりなので、だいたいこれくらいには終わりますね。仕事が終わった後は何するんですか？これが終わったらお家帰ってお弁当明日のお弁当を作ってジムに行きます。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。明日は、はい、出発は何ですか？明日は今の予定では5時頃に出発予定なんですけど、またちょっと変更あるかもしれないんで、またご連絡をします。明日もよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いしおます。願いしお疲れ様ます。でした。お疲れ様です。どこに納品するんですかね。どこに来てみたいなの言われてるんですか？それがなくて。はやさんそうなんですけど。宣伝に回す加藤産業です。おそらく昼前には急がれるかと。今日は行くことは確実ですね。どうしました？今ちょっと今日緊急で福井の方にパンが食べれると思ったの。大型のちょんまげってね、まあ少ないのよ。へえ、悪そうだけど可愛い。なんかエロいっすよね。エロい、そう、スケベ。そうガチの布団があるんですけど、おばあちゃんちとかのもうむちゃくちゃ失礼。ここでお知らせです。実はトラックショップ Z の各店舗でインスタグラムやってます。で、新商品やお得な情報が盛りだくさんです。で、各店舗のインスタグラムのアカウントはこちらの概要欄に貼ってあるので、ぜひ飛んでみてチェックしてください。バイバーイ。